こんにちは、イラストレーターのネクです。SNS で注目を浴びるようなイラストって他と何が違うのでしょうか？今回はそのような考察と技法を解説しながら、こちらのイラストの制作過程を見ていきます。このイラストは私の想定より反響があったイラストなのですが、最初は地面に寝転がっているメイドさんの絵を描きたいという漠然としたアイデアしかありませんでした。まずはいろんな角度を試して構図から作り上げていきます。構図が思いつかないときはネットで資料を探して着想を得たり、人形の写真を撮ってみたりします。同じポーズでも角度によって印象が変わりますよね。余談ですが iPad で撮影した写真も画角を変えることで迫力も違ってきます。動きのあるポーズを作りたいときは試してみてもいいと思います。複数の構図を試して気に入ったものを書き進めていきます。この時に優先すべきことは人物の細かい表情などよりも全体のバランスです。例えば、こちらの構図の場合、足を伸ばしてしまうと画面から見切れてしまいます。もっと小さく描けば体全体が収まりますが、それではもったいないです。ですが、足を立てたポーズにすれば問題も解決されて気持ちの良い構図になりますよね。このように画面全体と余白のバランスを考えて構図を練っています。最終的に上から見下ろす構図に決定しました。大まかな形が整った後に、プロクリエイトの機能を使って正確に消失点を決めていきます。このイラストの消失点やアイレベルはどのように配置されているかわかりますか？正解はこちらです。アイレベルは画面より上にあって、3つ目の消失点は画面内にあります。これで上から見下ろすような構図を3点透視図法で作ることができます。理解が難しい場合は実際に写真を撮って再現してみましょう。iPhone を下に向けて空き缶を撮影してみます。アイレベルはカメラのレンズと同じ高さになります。そしてレンズの真下に3つ目の消失点ができます。このように頭で考えるだけでなく再現してみることも勉強になると思います。そろそろイラストの方向性が見えてきましたね。このイラストの面白い点はメイドさんが転んでいる姿が一見すると事件現場にも見えるという点だと思います。それこそがこの一枚が他のイラストと比べても注目を浴びた要因であると考えています。私は SNS でイラストがバズるための型というものが複数あると思っています。こちらをご覧ください。両方とも7万いいね付近のイラストです。しかしこれらは性質が違います。こちらの方が圧倒的にコメントが多く、その内容はイラストの世界観についてのものでした。つまり、この前後に何があったんだと一瞬で考えさせるような魅力が必要なんだと思います。改めてこのイラストの面白い点は事件現場にも見えるということです。ここでどうすれば前後の出来事を想像させるような絵にできるか考えましょう。不穏な空気を出すための要素は何でしょうか？血を連想させるような赤いケチャップを置いたり、周囲に物を散乱させたりしています。ただそれだけでは面白みに欠けます。ポジティブな要素も入れることで、見た人にこのイラストはどっち側なんだと思わせたいです。そのための要素がこの黒猫と戯れる姿です。凄惨な事故現場っぽく見えてるだけだよと伝える必要がありますから。ここからは色を塗っていきます。まずは暖色と寒色で先にライティングを作ります。この最初の色選びで雰囲気は大きく変わってきます。もっと彩度の高い色を選ぶとこのような明るい印象になります。ちなみにこのイラストも過去の動画で解説しております。塗り方については私のイラスト講座でも解説しているのでご覧いただけますと幸いです。あまり陽気な雰囲気にはしたくないので、先ほどのイラストと比較しても彩度は低めで塗り始めています。さらに画面を大きく影で分断して、あえて顔を光で照らさないようなライティングをしています。よりこのイラストの雰囲気が引き立ったと思います。最初のうちに最も暗い色が使われる場所を決めておきます。
今回は光が届かないドアの隙間です。その色を基準に他の暗くなる部分の色を塗っていきます。例えば光に照らされていなくて固有色が黒の部分、そしてこのような奥まった部分などですね。このあたりは暗い色になりやすいです。今地面にタイルを書き込みました。丁寧に1枚ずつ書いたのではなく、複製を繰り返した後に変形して地面に貼り付けています。時間短縮のためですね。写真素材を使用するのもありだと思います。例えばこちらのイラストではレンガの写真素材を使用して描写の時間を短縮しています。イラストを描いている時に影の部分を目立たせたいけれど暗くてうまくいかないということはありませんでしょうか。この時も太陽に照らされていない顔周辺を目立たせたいと考えていました。そのためにはコントラストが必要となってきます。例えばこのハイライトです。これが良いアクセントになっていると思います。お皿は衣服とは違って鏡面反射の性質があります。日陰の中にあっても周りの光を反射してハイライトを作ることができますね。そして日陰の中にコントラストを与える方法はそれだけではないです。反射光もその方法の一つだと思います。今回で言うとこの部分ですね。太陽に照らされた地面の光を受けています。地面に対して垂直な面が影響を受けやすいので、そうでない面は塗らないようにしましょう。このようにして日陰の中にあってもコントラストを作り視線を集めることができます。比較するとこのような感じですね。黒猫にも視線がいってほしいのでこの位置にハイライトがあります。ここからは画面の情報量の上げ方と目的についてお話しします。例えばこのような模様を作って変形してオーバーレイレイヤーにすると地面の情報量が上がります。すごく簡単ですよね。また地面の情報量を上げる際に有効なのはひび割れです。ただ乱雑に書くだけではなく、このようにパースに沿った線もあります。パースに沿った規則性のある線の中にこのようなひび割れがあることでお互いが引き立ちます。画面内の余白を埋めるように情報量を追加していきます。水たまりができましたね。このイラストに情報量が必要な理由は雑多さが欲しかったからです。事件現場にも見えるというのがこのイラストの面白いところなので、シンプルよりも雑多である方が適切です。なので余白にどんどん物を追加していきます。しかし、ただ物を追加していけば良いというわけではないです。配置の仕方も工夫する必要があります。画面内に規則性のある線があると統一感が生まれます。対して線に規則性がないと雑多な雰囲気が生まれます。実際にイラストを比較すると分かりやすいですね。今回もそれに従って方向に統一感を持たさないように線を配置します。例えばほうきが作る線、植木鉢が作る線、靴が作る線、それぞれがバラバラです。それだけではなくもう一つ考えていることがあります。間隔の不規則性です。線の方向性だけではなく、物と物の間隔も不規則に配置します。それぞれの距離感が同じにならないように気をつけましょう。先ほどのイラストでも確認できます。左の絵は間隔も統一されていて、右の絵はペンギンの大きさも間隔もバラバラです。このようにイラストの情報量を作り上げています。ですが現状と完成図では大きく違いがあります。それはオムライスの位置です。今の配置ではオムライスがあまり目立っていません。実はこのイラストにおいてオムライスは非常に重要です。まず単純に画面中心の白いエプロンの上にオムライスを置いた方が目立ちますよね。ただそれだけではありません。改めてこのイラストの物語性は事件現場にも見えるところから生まれます。白いエプロンの上に赤い液体が飛び散っているとドキッとしてしまいますよね。情報があふれる SNS でイラストを見る時間というのはほんのわずかです。オムライスが目立たないと、そもそもこのイラストの物語を感じる前にイラストに興味を失ってしまうでしょう。簡潔にまとめると、まずは目立つ場所には特徴的なものを配置すべきということ。
改めて比較すると目立ちやすい場所に何もないのは非常にもったいないですよね。そして目立たせたいものにはコントラストを与えるということ。このイラストの場合、お皿のハイライトや反射光がそれにあたりますね。SNS でバズるにはイラストの物語性だけでなく、その物語に気づいてもらうための絵作りが大切なのではないでしょうか。今回の解説は以上となります。いかがでしたでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。